こんにちは。入管10年目、余命宣告されてる心理検しないみーぽぽです。はい。今日は先日4月11日に CT 取ったんですけど、その時の検査結果とその時に知った衝撃的事実を発表したいと思います。はい。この動画でもお話ししてるように、腫瘍マーカーがちょっとずつ上昇してたのもあって最近。で、お薬をイブランスから TS1 に変えようかっていう話が出てて、その TS1 に変える準備として取ることになった CT です。結果、この速報動画でもお話ししたように、ちょっと休薬が伸びたんですけど、とりあえずその時の検査結果をまずお見せします。はい。まず、今回の CT の検査結果の写真がこれ。これだけじゃ分かりにくいんで、後で比較をお見せしますけど、清家の先生の見解では、骨の状態は大きな変化がないっていうのは、ここ最近で言うと、ここ1年ぐらい大きな変化がない。相変わらず骨は穴開いてるし、ひびだらけで、普通に比べたらまだ脆い。ただ、見えないところでは強くなってる可能性は大いにある。ただCT 上ではちょっとわかんないって感じ。余命宣告直後の時の骨の状態と変わらないかったらそういうわけじゃなくって、それはめっちゃ大きな変化があります。その比較がこれ。まずパッと見の痛々しさが全然違う。余命宣告後めっちゃ赤いとこいっぱいあるし、穴だらけの穴がだいぶ塞がってるのを見て取れるかなって思います。これが2019年9月ぐらいのやから、約2年半かな。ちょっと横から見たんがこんな感じ。余命宣告直後のなんかこんなとこ垂れてるのあるし、ゾンビみたいとか、ね、もう骨のまず形相が違う。細かいこと言ったら骨盤のところの穴が塞がってたりとか、大腿骨これやねんけど、もう大きなボンって穴が塞がってたりとか、それはほんとすごい。自分でも比較してびっくり。当時のやばさが。はい。で、左大腿骨の写真もこんな感じで、見たまんまの変化です。最近、私がずっと気にしてる骨転移で、骨が潰れて、約9センチ、10センチとか、縮んだって話をこの動画とかでも話したと思うんですけど、やっぱり身長とか骨を私は取り戻したいって最近頑張ってるんですよね。骨を作るのが難しいって、そんなもん不可能だってお医者さんに言われてるんですけど、私はできるって信じてやってるけど、骨作ることより姿勢が骨転移の時ってもう本当にもうぐにゃぐにゃで、もう曲がりに曲がっちゃってたから、首も前もっと出てたし、そういうのを改善されたらちょっとはマシになるんじゃないかって希望を持ってて、姿勢とかどんな風に変わってるんかなって見せてもらった比較がこれ。首がもう余命宣告直後、もうほんと亀みたいになってるのが、今だいぶまっすぐなったっていうのは見て取れるかなって思います。あと腰が丸まってたのが、だいぶS 字になってきてるのもこの画像で見て取れるかな。はい。ちょっと最近もめっちゃストレッチとか頑張ってて、看護師さんとかにも本当に姿勢変わったって言ってもらえるから、それはこの骨の写真見ても変化が出ててめっちゃ嬉しかったとこです。2019年との比較について先生はやっぱり大きく変わってるね。見えない部分で骨が強くなってたりとか、そんなのはあるんかもねって。でもこの今後どうなるか、この骨が全部綺麗に作られていって、もう穴が全部下がっててなるのかどうかは、もう先生も本当わかんないって、これは未知数だって。もしかしたらこれがこのままずっと続くかもしんないし。ただ言えるのは、変化がそんなないっていうのもいいこと。もう骨転ここまでして、普通で言ったらどんどん悪化していくっていうものなのに、ここまで改善して、ここ1年大きな変化がないっていうことが、先生としてはすごいいいことっていうふうに言ってもらいました。はい。私は変わらず頑張ってこの骨が作られるっていうのを宣言して、今後頑張っていこうかなって思ってます。で、ここまでは骨の報告。あと内臓の部分も特に悪化してる部分はなかったです。もともと転移してたとこがまた出てきたとか、余命宣告時してた肺転移とかも影はなく、胸水ができてるわけでもなく、悪化は一切してなかった。そんなこともあって KS1 をちょっと一旦中止っていうよりかは保留になったっていう感じなんですね。で、衝撃的事実が私この時分かったのがあったんです。なんと、実は肝臓に転移もしてたらしいです。
余命宣告時の状態って言ったら、全身骨転移、鼻先乳がん、あと皮下腫瘍あちこち飛んでる、胸水、肺転移、こんなもんかなって言ってたと思うんですね。びっくり。なんなら肺よりも結構やばいんじゃないかっていう肝臓転移。最初は分かりにくかったみたいです。余命宣告された時の私の状態って、動けなかったんです、本当に。体をちょっとずらすのも危険っていう感じ。CT 検査するのも、4人がかりとかで私をそのままスライドさせて、服も着替えないでストレッチャーからそっとやってみた、そんな状態だったんですね。そんな状態で造影剤注射もできない。とりあえずもう最低限の検査 CT を取るっていうのをやったんです。そんなんもあってはっきり映ってなかったみたいなんですね。先生からしたら影はあるけど断定はできない、鑑定の疑いがある。それをなんでわざわざその時私言わなかったかって言ったら、もうそれどころじゃなかったっていうのがもうほんとその理由。それどころじゃないっていう先生の言葉は私はめっちゃ納得っていうか理解できるんですね。っていうのも余命宣告時約2ヶ月の余命宣告されましたってずっと言ってるんですけど、それって2ヶ月は持ちますよっていう余命宣告じゃなくって、持ってそれぐらいですねっていう感じ。だから今日明日の命が危なかったっていう状態で、なんならあの状態で生きてたことも不思議っていう感じだったから、もうそんな転移どこかしてるとか、あそこに転移があるからどうしようとか、もうそんなレベルじゃなかったんです。とりあえず1日今日明日の命を伸ばすことが先決だから、それどころじゃない。とりあえず今できる治療をやって、もうちょっとでも命を伸ばすってこと必死だったんです、本当に。先生も私も。だからやっとこの落ち着いた今こうやって見返して、で今の画像を見た時にその鑑定員の疑いがあった影が綺麗になくなってたんです。そこで先生もこれやっぱり鑑定員だったんだね、今こんだけ綺麗になくなってるからただの影じゃなくって、多分転移してたんだねってことを今回言われて、私もそうだったみたいな。むしろこうやって今改めて落ち着いてね、そうだったんだって言えることも感謝だなって私は思ってて、そう。ただ衝撃鑑定もしてたんだ私っていう。でも本当今綺麗に影がなくなってるから、本当何よりそれが良かったっていう報告でした。結構やっぱやばかってんなっていうのは改めて実感しました。はい。余命宣告時は本当命をつなぐこと、そんな、切迫した状態やったっていうことですね。最近腫瘍マーカーずっとずつ上がっているのを見た感じで言うと、何かしらどっか CT に目で見える範囲で悪化してる部分があるって踏んでたみたいやねんね。けどそれが全くなかったっていうのは先生は意外やったみたい。これは免疫治療の先生も言ってた。で TS1 が保留になったのは、腫瘍マーカーがそんなに変動しなかったっていうのもあるけど、一番にこの CT に変化がなかったっていうのが大きな理由みたい。今急ぐ必要はないかなってだけ。だからって TS1 は今後使わないとかその話じゃなく、一旦保留。これも、今後またどうなるかはまた報告したいなって思ってます。これもまた嬉しい報告ができてよかったです。またもう言ってる間に次1ヶ月検診やから、お薬またそっから始まることになるのか、また保留で伸びることになるんかとかはわかんないけどどんな結果にしても私は乳がん根治っていう未来は変わらずゴールとして見据えて頑張っていこうと思います。ではそんな感じで、よかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援よろしくお願いします。ではまた、みぽぽでした。バイバーイ。はい、あれからまた1ヶ月検診行ってきました。結果報告の速報です。結果を先に言ってしまうと、薬